アンプル V4 で新しくなったリファーモードについて解説していきます。よろしくお願いします。最初にこのボタンを押してリファーモードに入りましょう。右上のボタンで画面表示を大きくできます。まずはコードを入力していきますよ。コードレーンをダブルクリックするとコードの設定画面が表示されます。コードの種類を変更したり、ポジションを選択することができますよ。このフレーズでは C、D、b マイナー、E マイナーというコード進行を使っています。コードが決まったら下にあるストラムツールを選択して入力してみましょう。次は入力したコードをエディットしていきますよ。まず下にある選択ツールに切り替えます。キーボードの矢印の上下でストラムの方向を変えたり、横の端を引っ張ってノートの長さを変えたり、上下を引っ張って弦の本数を調整することもできます。入力した MIDI はコードに追従してくれるので、ペーストするだけで簡単にフレーズが作れちゃいますよ。これはとても便利ですね。アルバイトして買ってこようと思います。次はもうちょっと細かい設定を見てみましょう。上のノートプロパティレーンで奏法やベロシティなどを個別に調整することができますよ。ストラムタイプではさっきのダウンアップの方向に加えて2種類のミュートが選べます。上下の矢印キーを使うと素早く変更できますよ。ここまでのテクニックを使ってカッティング系のフレーズを作ってみましょう。ところで、MIDI を入力した後にコードのポジションを変えたいなって時は最初からやり直さないとダメでしょうか？大丈夫ですよ。コード設定ウィンドウを開いて好きなポジションを選んでからトランスポーズを押すと MIDI に反映されるんです。ありがとうございます。これなら後から好きなように編集できるので安心ですね。最後に弦の数を少なくしてリフっぽくしてみましょう。次にストラムタイムを見ていきましょう。ストラムタイムは MIDI のスタート時間をずらすパラメーターです。MIDI で入力するのがめんどくさい、じゃらーんを簡単に再現できますよ。まずは揃った状態の音を聞いてみましょう。プロパティレーンのストラムタイムを100ミリセカンドにして MIDI をばらけさせます。次にアーティキュレーションの切り替えについて見ていきましょう。まずはパームミュートからです。キーボードのコントロールと A で全体を選択してからプロパティレーンでパームミュートを選びます。パームミュートのレイヤーは4段階用意されていて、ベロシティでコントロールできますよ。ベロシティが弱いほどサステインが短く、鋭い音になります。次はハンマリングとプリングです。レガート系の奏法は2つの音がつながっていないと発動しないので、しっかり覚えておいてくださいね。ハンマリングを開始したいノートを選択した状態で、メニューからレガート HP を指定しましょう。グレーのバーが出てきたのがわかりますか？はい。これは、レガート系の奏法を有効にするために自動的にノートを伸ばしてくれている目印なんです。なるほど。これなら視覚的に把握しやすいので快適ですね。最後はレガートスライドと弦の指定方法について解説しますね。以前にも紹介したインフェルノのリフを例に説明しますよ。DAW でこのフレーズを入力するのはめちゃくちゃ大変だったんですが、リファーを使うととても簡単にできちゃうんです。まず、ここをクリックしてカラー表示を変えましょう。このモードは、ノートの色が弦の色とリンクされて表示されるので、どのノートがどの弦と対応しているか、すぐにわかるんです。なるほど。この2つのノートをつなげたいので、最初のノートをクリックしてから、メニューのレガートスライドを選びましょう。おや、変化しませんね。そうですね。原因がわかりますか？この場合だと、それぞれのノートが1弦と3弦に分かれているせいで、繋がらないんでしょうかね。正解です。最初のノートを3弦に移動して、つなげてあげましょう。プロパティレーンから選ぶか、シフトを押しながらマウスを上下に動かすと、弦を変更できますよ。次に、もう一度レガートスライドを選択しましょう。ハンマリングの時と同じように、グレーのバーが表示されれば成功です。では、この後の作業をお見せするので、皆さんも一緒にやってみましょうね。
できたフレーズは DAW にドラッグしてミディとして使えますよ。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。リファを使うと入力が難しいフレーズも簡単に作れますね。今までは難しくて心が折れていましたが、今度こそ私でもできそうです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。